のスワンナプーム国際空港です。今日から4泊5日のブータン旅行が始まります。7月末のタイの祝日に1日休みを合わせると思いがけず連休ができたので、急遽2週間前に海外へ行くことに決めました。いつか行ってみたいと思っていたブータン。バンコクから直行便が出ていることもあり、せっかく今はバンコクに住んでいるので、今回の旅先はブータンを選びました。4泊5日のブータン旅行のスケジュールは、はじめにかつてブータンの首都だったプナカ2泊と、山々に囲まれた美しい谷の町ハロ2泊の予定です。動画も前半2泊と後半2泊に分けて前編後編でお届けします。ブータン独特の建築であるゾーンを訪れたり、断崖絶壁に立つタイガーネストを目指しトレッキングも予定しています。街中散策や唐辛子を使ったローカル料理を食べたり、ブータンらしい体験や経験ができそうなので、4泊5日の旅楽しんでいきたいと思います。バンコクからはドゥルク航空でブータンへ向かいます。ブータンの公用語はゾンカ語です。挨拶はクズザンボラ、ありがとうはカディンチェラ。ブータンという名前は外の世界で呼ばれてきた名前。現地では自分たちの国をユクユルと呼んでいるそうです。それではブータンへ向けて出発です。ブータンは国民の多くがチベット仏教を信仰する国。8世紀頃、仏教を伝えに来たグルリンポチェは虎の背に乗り、空を飛びながらこの地を訪れたとも伝えられています。早速機内食が運ばれてきました。選べるのはベジタリアンかノンベジタリアン。私はノンベジタリアンを選んだので、チキンソーセージ入りの洋食です。ブータン料理が出てくるのかなと思っていたんですが、パッと見は普通の洋食。ただスクランブルエッグはブータンらしく唐辛子入りでした。ブータンには豊かな自然や独自の文化が今も大切に残されていて、国民の幸せを大切にする幸福の国として知られています。ただ最近では SNS やインターネットの普及によって海外の暮らしを知る機会も増え、若い世代を中心に価値観も少しずつ変わってきているそうです。
トベルト着用サインがついて飛行機も降下し始めました。3時間あっという間の飛行時間でした。ただ想像していたブータンの景色とは少し違って、山もないし、なんだか開けた景色が広がっています。着陸の時には拍手が沸き起こるくらいの世界有数の着陸が難しい空港と聞いていたけれど、そこまでではなかったような気もします。はい、ここはまだインドでした。行きはインド経由だったことをすっかり忘れてました。気を取り直して改めてブータンへ出発です。インドと中国の間に位置するヒマラヤの小さな王国ブータン。ブータンのベストシーズンは11月から2月頃だそうで、7月末の今は雨季にあたるそうです。窓の外にはヒマラヤ山脈が見えてきました。ブータンのパロ空港は世界の中でも着陸が難しいと言われている空港で、山々に囲まれた特殊な地形をしているので、着陸できるパイロットも限られているそうです。確かに窓の外を見ていると、山の間を縫うようにぐるぐると旋回しながら進んでいきます。ブータンは国土のほとんどが山岳地帯。面積は九州とほぼ同じくらいですが、その大部分を山々が占めています。空からの景色は日本やバンコクとは全く異なり、山に囲まれつつも乾いた空気を感じさせる景色が広がっています。チベット仏教の歴史やブータンの建築などを学びながら、そこに根付く祈りやこの土地ならではの世界観も感じてみたいと思っています。
無事パロ空港に着陸です。雨季ということで天気が心配でしたが、とても綺麗な青空。入国審査もスムーズに終わったので、今日から5日間お世話になるガイドさん2人と合流します。まずはパロ空港から車で約4時間かけてプナカまで移動します。途中トイレ休憩も兼ねてドチュラ峠に立ち寄ります。標高約3100メートルにある峠で108のストゥパが並ぶ景色が有名です。天気が良ければここからヒマラヤ山脈が見れるそうですが、残念ながらこの日は雲で見れず。ガイドさんが温かい紅茶を入れてくれたので、ちょっとしたピクニック。ただ、だいぶ曇ってきてしまったので、飲んだらすぐに出発です。あちらに見える建物は観光名所でもあるプナカゾンです。明日行く予定なので今日は眺めるだけ。プナカゾンからホテルまでは車であと30分弱。ホテルに送ってもらったら、今日はここでガイドさんたちとお別れです。本日から2泊するのはシックスセンシズプナカです。田んぼや山々に囲まれた自然豊かな場所にあるホテルです。プナカは比較的温暖な気候なので、自然の景色を楽しみながら屋外プールも楽しめるようです。移動でランチを食べられていなかったので、先に食事をとることに。まずはじめにパンと合わせてフムスのようなディップをいただきます。そしてリンゴ酢をベースにしたドリンク、ブータン風のタコス、ジーシャカーナダツィという唐辛子などの具材とチーズ煮込みのブータン料理、
唐辛子は別皿にしていただいたので辛さ控えめに美味しかったです。そしてこちらもブータン料理のモモ、蒸し餃子のような料理で牛肉、豚肉、鶏肉、野菜の4種類。機内食が最後でお腹が空いていたこともあり、たくさんいただきました。お部屋までは山道なのでバギーでも送ってくれますが、お散歩がてらと歩いてみたら標高が高いせいで意外ときつかったです。お部屋はロッジタイプとビラタイプがあり、今回私たちが宿泊するのはロッジスイートです。104平米のゆったりとしたワンベッドルーム。バスルームエリアも広々としていて、シンクは2ボールタイプ。バスタブもついているので、ゆっくり体を癒すことができます。十分すぎるほどのタオルと同素材のフード付きバスローブ、歯ブラシやコットンなどの基本アメニティはクローゼットの中に。そして嬉しい無料の洗濯サービス付き。お茶やジュースは無料ですが、アルコール類は有料です。曜日によってさまざまな体験ができるイベントも開催されているそうです。外にある大きなデッキからは不仲の山々や自然を一望できます。水着に着替えてホテル内を散策しながらプールへ向かいます。
構下にあるのかな、ジム。あ、エントランスやプールよりも下の位置にあるのがジムやスパエリアです。せっかく自然たっぷりの場所へ旅行に来ているので、デジタルデトックスの時間にしようと思っていて、夕食までは本を読んだりとゆっくり過ごすことにしました。ちなみに PR とかではないんですが、今回のブータン旅行ではエアロで eSIM を買いました。7日間3ギガのプランで料金は合計2100円ほど。ホテルでは Wi-Fi も使えるので3ギガで十分でした。設定は簡単で、まずエアロのアプリをダウンロード。ブータンへ来る前にアプリ内のストアでブータンの eSIM を購入し、スマホにインストールしておきます。エアロのアプリからマイ eSIM を開いて購入した SIM を選択。あとは画面の案内に沿って進めるだけです。ブータンに到着して飛行機を降りたら、モバイルデータ設定からエアロの eSIM を選択。必要に応じてデータローミングをオンにすれば、これでインターネットが使えるようになるんですが、なぜか私はうまくいかなくて、夜にいろいろと調べた結果、一度機内モードを30秒ほどオンにした後、再びオフに。なんとこの作業でエアロの通信をつかむことができました。もしうまくつなげられなかった場合は試してみてください。夕食を食べに再びホテルのレストランへ。何がいいかな。標高が高いところではお酒に酔いやすくなるので、今日は1本だけにしておこう。ブータンのビールは炭酸が独特で、飲み始めは軽めの炭酸なんですが、後からピリピリと強くなっていく感じで、癖になる美味しさのビールです。野菜の天ぷらを頼んでみました。こちらはムルグギーマサラというバターチキンカレー。そしてメインはタスマニアのラムロースです。
美味しい。うん。せっかくなのでデザートもいただくことにしました。アイスクリーム美味しかった。あ、プールのね。私はマンゴーチーズケーキかな。おお、美味しそう。一緒に食べよう。想像以上に可愛らしいマンゴーチーズケーキ。うん。濃厚なマンゴーソースに濃厚なチーズケーキ、そしてサクサクなクッキータルトでとても美味しかったです。すごいマンゴー感もあるし、シャワーも浴びて寝る準備をしているのですが、パジャマを持ってくるのを忘れてしまっていて、お部屋にも用意がなかったので、このタオル生地のバスローブを着て寝ようと思います。下は一応持ってきていたヨガウェアで、若干着圧ソックスの役割もしてくれました。それではブータン旅行1日目終了です。朝起きてみたら少し霧がかかっていて、なんだか神秘的。と思っていたら2時間ほどですっかり快晴に。朝ごはんを食べにレストラン島まで歩いていこうと思います。朝食ではまずはじめにフルーツが運ばれてきました。そしてモカバナナとベリー系のスムージーを注文。メインとしてスモークサーモンとアボカドが乗ったハッシュブラウンをいただくことにしました。バターがやっぱ効いてるんだ。あ、バターなんだ。これちょっと待って、食べる。ガリガリが。多分アボカドトーストって多分パンなんだけど、全然拾えない。頼んだのはハッシュブラウンで、アボカドトーストと勘違い。カリカリしているものはじゃがいもを細かく刻んで焼いたものでした。
なんか知ってるんだけど、ちょっと思い出せない。うん、パクチーの匂いするよね。パクチー入ってる。すごい。美味しいですね。確かに。うん、美味しい。パンだけどさ、なんだろう。なんかさ、知ってるけど、なんだっけっていうパン。2日目はカムスムユーレーナムギョルチョルテンを目指して1時間ほどのハイキングを予定しています。ああ、すごいね。7月の後半はまだ雨季のブータンですが、心配していた雨はほとんど降らず、今日も綺麗な青空で良かったです。カムスムユーレーナムゲルチョルテンまでは、まずこの祈りの旗が飾られている橋を渡ります。チョルテンというのはチベット仏教でいうストゥパのことで、日本のお寺にある仏塔に少し近いものだそうですが、カムスムユーレーナムギャルチョルテンは一般的なお墓や記念碑というよりは、国や世界から悪い力を取り除き、平和安定調和をもたらすため建てられたものだそうです。You can turn this around like this.標高は約1500メートル前後とそれほど高くないのですが、この日は天気が良く暑さも相まってハイキングというよりちょっとした登山のような感覚でした。ブータンの寺院やゾンに多く使われている白、青、赤、黄色、緑の5色はチベット仏教では重要な色で、それぞれが仏教の知恵や心の在り方などを象徴しているそうです。1時間ほど登り到着しました。ブータンでは聖地を右回りに巡るコルラという習慣があるそうで、私たちもそれに倣って右回りに少し散策を。ここはチョルテンの屋上からの景色です。モチュという大きな母の川と山に囲まれたプナカの田園風景。
シチュパ。チョルテンの屋内は撮影禁止なんですが、3フロアに分かれていて、それぞれ細かな仏教画が描かれていたり、仏像や彫刻が並んでいて、守護尊として祀られているバジュラキラヤなど、外観とはまた違ったブータンの仏教文化を感じられる場所でした。少し小話ですが、ブータンでは会話中にうんうんと相槌をしたいとき、首を左右に傾けるような仕草をすることが多いそうです。そのことをブータンに来る前、あらかじめ知っていたのですが、入国審査の際にすっかり忘れてしまっていて、どうして首をかしげてるんだろう、間違ったこと言ってるかもと、緊張と不安で戸惑ってしまいました。もちろん実際には受け答えは問題なかったので、スムーズに入国することができ、この旅の中でも何度かその仕草を目にすることがあって、ブータンの人ならではのこの仕草のことを思い出しました。次は昨日外観だけ見たプナカゾンへ見学に行きます。先ほどの山登りが予想外に暑くて、かぶっていたキャップには汗じみたっぷり。ちなみにチョルテンやゾンの中では帽子は NG です。また短パンやノースリーブも NG なので、露出の少ない格好もしくは羽織るものを持参していきました。チョルテンから車で20分ほどでプナカゾンが見えてきました。ゾンは簡単に言うと、お寺と行政施設が一体になったような建物です。プナカゾンは先ほどのモチュ川とホチュ川という2つの川が合流する場所に立っています。このプナカゾンはブータンを統一したシャプドンが政治と宗教の中心となる拠点として、攻められにくく守りやすいこの川の合流地点に建てたそうです。こちらの金霊と呼ばれる大講堂が入り口です。中に入ると壁一面に色鮮やかな仏教壁画が描かれています。こちらは仏教の輪廻を表したもので、ブータンではこうした壁画を寺院などでよく見ることができます。お釈迦様が菩提樹の下で悟りを開いたことから、仏教では悟りや知恵の象徴としてとても大切にされている木です。1907年にはブータンの初代国王ウゲンワンチョクの戴冠式が行われたため、ブータン王朝の始まりとしてとても大切な場所なんだそうです。
先ほどのチョルテンやゾンなど基本的に内部の撮影は NG なんですが、判断基準として靴を脱ぐところは撮影禁止、靴を履いているところは撮影 OK なんだそうです。これから歩いてブータンで一番長い橋と言われているプナカサスペンションブリッジを渡りに行きます。モチ川にかかる約180メートルの吊り橋、観光スポットとして有名ですが、地元の人たちも普段の生活で利用している橋です。怖くなって橋は渡りきれなかったので、早めにホテルに戻ってランチタイムです。乾杯。たくさん汗をかいたのでビールが染み渡ります。なんか後から炭酸が来る。最初動いたからかランチはジャンキーなものが食べたくてチキンバーガーを選びました。ホテルオリジナルの BLT サンドイッチ。なんかビールがすごく不思議。なんか飲んだ瞬間炭酸ない気がしちゃわない？でも後からピリピリするよね。すごいね。これ全部さ作れるようにしてあるんだもんね。いろんな種類が。シックスセンシズのスタッフの方はみんな親切で、食事の進み具合を気にしてくれたりと心地よく食事をすることができました。せっかくなのでランチの後は国技であるアーチェリー体験をさせていただくことにしました。もともと弓矢は狩猟や戦いに使われていましたが、時代とともに人々が楽しむ競技へと変わり、1971年に国技となったそうです。ちなみに伝統的な競技では約145メートル先の小さな的を狙い、的中すると歌や踊りでみんなで祝うんだそうです。OK。プナカでの最後の夕食です。そうだね。入っていいかって聞かれたよね。
ータン旅行の前編はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。後半ではティンプーやパロカン湖、そしてこの旅メインのタイガーネスト登山の様子をお届けします。